いです。しずえちゃんの着物バージョンのアミーボカードが手元にあったので、もしかしてしずえちゃんの実家は料亭ではと思い料亭を作ってしまいました。着物バージョンのしずえちゃんを呼び出しても着物は脱いできていたので、もしかしたらしずえちゃんは実家を飛び出してきたと妄想が膨らみました。今回は高級な料亭がテーマなので、どうやったら高級に見えるのか解説しました。最後までご視聴してくださると嬉しいです。今回のテーマはしずえちゃんの実家は高級料亭です。部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10、 窓はなし、エントランスは一番右です。明るさはデフォルトの電球色を使います。環境音はなしです。壁紙と床の概要です。黒い大理石のような床がこれと王朝の床しかなかったので、地面を光らせていきます。まずは室内と玄関を分けるためにラグを敷いていきます。奥が室内になる予定です。この両端の壁が室内っぽくないので、木製のパーテーション M で隠していきます。奥の壁の色と合わせることで室内らしさを出します。奥に台を並べてディスプレイスペースを作ります。手前側はお客様のカウンター席を作ります。カウンター席の奥にキッチン系の家具を置きます。本来であればカウンターからキッチンが見えない方が多いのですが、ほぼ同じ高さの家具しかないので、今回はあえて見えるキッチンにします。この部分に扉をつけます。明かりのついた格子戸は自作です。カウンターチェアを置いていきます。高級店は椅子と椅子の間は広めにします。広くても客単価が高いので、回転率を気にしなくていいからですね。余白がそのお店の余裕、お客様を優雅な気持ちにさせてくれます。余白を多めに取ると高級感が生まれます。なので高級店ほどなるべくシンプルにすることをおすすめします。厚盛りは物量が多い方が写真映えするので、シンプルで写真映えするのは難しいのですが、ある方法を守れば写真映えするようになります。それは部屋の中で人の視線が集中する場所を作ることです。これはフォーカルポイントと呼ばれています。今回は入り口の正面に目を引く場所を作っていきます。絵面と合わせて三角形になるように家具を飾ります。壁の三角形はかなり注目されるのでおすすめです。高級店の心得その2、店内での間接照明は壁に隠すことです。間接照明をなぜ見えないようにするかは、視野内の情報量を減らすためです。間接照明は高級な雰囲気を演出してくれるだけでなく、料理や人を美しく映し出してくれるメリットがあります。人や料理に注目してほしい場合は間接照明などを隠すことをおすすめします。厚盛りで間接照明を隠すことは難しいので、今回は壁掛けのスポットライトを家具の後ろに飾って間接照明の代わりにします。ちょっとそれっぽくなりましたね。ドアを縦長ののれんで隠していきます。これで店内は完成です。お店の外を作っていきます。この部分にお店の外側の壁を作っていきます。ここの部分が不自然なので柱を立てて隠していきます。横に立てると入り口が狭くなりすぎるので前に柱を立てます。入り口はシンメトリーにしていきます。和風な部屋作りではアシンメトリーの方が粋ですが、シンメトリーは簡単に高級感を演出してくれるので、今回はシンメトリーを採用します。入り口の間接照明は隠しません。なぜなら入り口はここにあるよと強調したいからです。グラウンドライトで松を照らしていきます。植物を照明で照らすのも高級に見えるテクニックです。下から照らされた植物の影が壁にいい感じに映し出されて上品な雰囲気を出してくれます。厚盛りの家具はそこまで光が強くないので映りませんけどね。ここにのれんをかけていきます。これで完成です。
高級料亭の作り方はいかがだったでしょうか。おさらいすると、1、余白を多めに取る。2、シンプルの中に注目ポイントを作る。3、室内の間接照明は隠す。この3つを押さえれば簡単に高級なお店が作れるようになります。高級店を作ってみたいなぁと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今回のおまけも庭の完成ムービーです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。